西暦2026年、第4次産業革命の始まり、人類の働き方は静かに変わり始めていた。生成 AI が絵を描き、文章を書き、契約を読み解き、音楽を作る。若きイラストレーターや BGM 効果音作曲家は仕事を失い、世界ではタクシーに人がいない。 AI が運転し AI が判断する。つまり AI が仕事を奪うというよりも AI を使う人間が使わない人間を置き換える時代に突入しつつあった。西暦2027年、日本。春の夜、都心の居酒屋。グラスを合わせる音と笑い声がはじける。ついに社会人だね。なんかまだ信じられない。俺はもうすぐトラック乗れるんだ。 AI なんかに負けないってとこ見せてやるよ。 AI なんてただのツールでしょ。結局最後に判断するのは人間なんだから。でもいつか俺たちより賢くなるかもしれない。もう負けてるだろ。やめてよ、そういうこと言うの。まあそうなったらその時考えりゃいいさ。4人は笑い合うが、笑いの奥にかすかな不安が混ざっていた。春、新生活。タケルは大手電気会社の作業服に袖を通す。本社じゃなくて現場ですか。しばらくは子会社で現場を覚えてもらう。炎天下、タケルは汗を拭いながら電気メーターを交換する。 AI にもこんな仕事は無理だろうな。ゆずきは弁護士事務所。机の上では AI 判例検索システムが光を放つ。ベテラン弁護士が言う。この AI、秒単位で判決の傾向まで出してくれる。新人は負けるなよ。ゆずきは小さく笑ってパソコン画面を見る。もう勝負にならないじゃない。のぼるは大型車両研修センター。同期が笑う。自動運転が来ても俺らは大丈夫っしょ。ああ、自動運転なんてまだまだ来ないよ。控え室のモニターには AI アナウンサーが完璧なイントネーションでニュースを読む。滑舌も完璧。噛みもしない。すごいでしょ。紬はうつむいてつぶやく。本当に噛まないんですね。西暦2028年、街には無人レジが並び、AI 面接官が学生に質問を投げかける。物流倉庫ではロボットが動き、ニュースは政府 AI 捜査士国家資格の創設を決定と報じる。街頭の人々が立ち止まり画面を見上げていた。夜、公園のベンチ。久しぶりに集まった4人が缶コーヒーを手にしている。のぼるがため息をつく。アメリカではもう自動運転トラックが走ってるらしい。私の事務所 AI 弁護士が顧客対応を始めた。もう勝てない。紬が笑うふりをしている。ニュースの読みも AI ばっか。正確すぎてもう人間の声は誤差なんだって。タケルは黙って夜空を見上げた。ドローンが音もなく通り過ぎる。俺さ、本社に戻れるはずだったけど AI で仕事がなくなってて。けどこうして現場にいる方が落ち着くんだ。 AI にもまだまだできないことがある。4人は黙り込む。風の音、遠くの街の光。ゆずきが小さくつぶやく。人間にしかできない仕事ってなんだろうね。のぼるが笑ってごまかす。まあ考えすぎても仕方ないさ。でもなんか怖いね。 AI に置いてかれる気がする。まだ置いてかれてない。けど走るスピードが違いすぎる。ドローンの影が公園を横切り、4人の顔を一瞬照らした。風が止まり、静かな夜が戻る。人間にしかできない仕事ってなんだろうな。誰も何も言わなかった。夜空の下、ただ小さなため息だけが聞こえた。西暦2029年、ニュースが流れる。科学の歴史が書き換えられています。汎用人工知能 AGI が完成しました。ついに人類を超える知能の誕生です。 AI は次々と人類未踏領域を解明。完全自動運転、無人物流、常温量子バッテリー。AGI が量子状態のエネルギー安定化パターンを理論解析し、極低エネルギーで自己再充電するナノ構造体を設計。太陽光や熱、振動などあらゆる環境エネルギーを即座に回収しエネルギーに変え、電力供給網、発電、送電、
料金が不要になりエネルギー派遣の終焉を迎える。がん細胞リプログラム療法 AGI ががん細胞が正常細胞に戻る細分化パスを特定。 AI 創薬システムがナノ分子でその遺伝子配列を誘導し、破壊ではなく再教育によってがんを消す技術。手術、抗がん剤、放射線治療が不要に、医療コストと死亡率が劇的に減少。分子再構成 3D プリンター AGI が物質データベースを統合し、空気、水、有機廃棄物からタンパク質、炭水化物、プラスチック、金属を再構成可能に、原料を問わず分子から再構築する装置を設計。サプライチェーンの概念が消滅、国家間の物資格差がなくなる。スタジオの拍手、街の歓声、 SNS のタイムラインが一斉に光を放つ。紬がテレビ局の控え室でその放送を見つめていた。これ私たちの未来変わりますね。もう変わってるわよ。これからは間違わないニュースが主流になる。モニターの中では AI キャスターが完璧なイントネーションで話している。紬は小さくつぶやく。人間の声どこまで必要なんだろう。ディレクターが言う。 AI の声の方が落ち着くな。観客受けもいい。紬は笑っているようで目が笑っていなかった。人間が間違えることに意味はあるんです。同じ頃、電力会社の現場。タケルはメーター交換を終え空を見上げた。上司の声が飛ぶ。おいタケル、聞いたか？ AGI だとよ。もう人間の出番終わりかもな。いや AI にもまだこんな仕事はできないですよ。お前変わってるな。だがその強さ残しておけよ。タケルは黙ってうなずいた。ゆずきは事務所で AI 弁護士の画面を見つめていた。光るホログラムが淡々と証拠を並べる。ベテラン弁護士が言う。 AI の方が早いし感情的にならない。もう人間の弁護はオプションだな。人を守る気持ちまで AI に渡せないはずです。理想は立派だ。でも理想じゃクライアントは救えない。ノボルは運送センターのオペレーションルームにいた。壁一面に無人トラックのルートが映し出されている。後輩がつぶやく。 AI が全部管理してんだ。じゃあ俺たちは何をすればいい？監視だけっすね。ノボルは黙り込みモニターの中を走る車列を見つめた。翌年、西暦2030年、 AGI も指数関数的に進化し人類の数千倍と言われる ASI 超知能へと進化する。タケルのスマホに通知が届く。本社人員削減 AI 統合部門への移行。彼はため息をつきながら仲間に話す。本社に戻るはずだったけどもう AI が全部やってる。現場に残れてよかったかも。喜ぶとこか。あ、AI にもできない仕事がまだある。俺はそれをやりたい。やがてニュースが流れる。人型ロボット生産コストが人件費を下回りました。中国の新型モデル HU9 が世界市場を席巻。ノボルがテレビを見つめる。ついに来たか。運送現場では人間の代わりに金属の腕を持つロボットが荷物を積み込んでいる。早いな。文句も言わないしミスもしない。ノボルは歯を食いしばる。人間が勝てるわけない。西暦2032年休日の朝、琵琶湖のほとりに新しくできた巨大テーマパークジェラシックランドは開園前から長蛇の列だった。ゲートの上にはホログラムで輝く文字。タケル、ユズキ、ノボル、紬の4人は久々の再会で少し緊張していた。ここが噂の本当に行けるジュラ紀か。やばいよな。チケット倍率20倍だぞ。俺正直信じてない。どうせ VR でしょ。違うらしいよ。量子フィールド転送を使って実際の過去空間を再現してるって。 AI ガイドが空間を固定して安全な時間層だけを開くんだって。ゲートを通ると全身スキャンが始まる。無人音声が響いた。時空座標設定完了。ご体験時間は10分です。床が光り景色が揺らめく瞬間、熱気と湿った風が4人を包み込んだ。うわ、これ本物の空気じゃん。匂いまでリアルだ。泥の感触、琵琶湖とは全然違う。紬がカメラを構える。まさか恐竜。巨大な影が動いた。
遠くでブラキオサウルスが首を伸ばしている。空にはプテラノドンの群れ、ユズキが息を飲む。これがジラキ、本当に生きてる。 AI が絶滅データから細胞構造を再構築したんだ。いわば仮想と現実の融合体。つまり作り物であって生きてるってことだ。登る側、お前また難しいこと言うなよ。ほら見ろよ、でけえ。地面が揺れた。森の中にセールスが観客たちが悲鳴を上げる。大丈夫です。安心してください。AI ライドの効果。ティラノの瞳が一瞬こちらを向いた。赤く光る瞳。おい、今目が合わなかったか。ユズキが笑おうとしたが声が震え演出でしょ。た。空間がわずかに歪む。 AI 音声が乱れ通信エラー発生。転送座標を再調整します。た。紬が叫ぶ。待って、これリアルじゃん。光が弾けた。4人は次の瞬間パーク内に立っていた。風が冷たい。人々の歓声。館内アナウンス。体験終了です。お楽しみいただけましたか。登が笑いながら膝に手をつく。マジで心臓止まるかと思った。あれ、本当に見てたのかな。 AI が作った過去けど、あの恐竜の目だけはプログラムの光じゃなかった。タケルは湖面を見つめていた。水面に映る自分の顔がどこか別の時代の人間のように見えた。夕日が琵琶湖を赤く染めていく。風が吹き、遠くでティラノの方向がほんの一瞬だけ聞こえてきました。政府緊急会見。スーパーベーシックインカムを導入します。すべての国民に月10万円の支給を行います。週4日労働へ移行します。サラリーマンは喜んだ。ユズキがテレビを見ながらつぶやく。お金はもらえる。でも働く意味はどこへ行くの。タケルは電柱の下で電線を眺めていた。周囲の家では小型量子電池が稼働し、電気メーターが不要になりつつあった。常温量子バッテリー、無限電力か。俺の仕事また一つ消えるな。空を見上げると雲間をドローンが滑るように通り過ぎた。紬は AI アナウンサーと交代でニュース番組に出演していた。カメラの前で笑い、裏で息を吐く。完璧な原稿、完璧な表情、でも心がない。隣の AI キャスターが一礼する。夜、公園のベンチ、4人が再び集まる。登が缶を開ける。スーパーベーシックインカム、もう申請したか。したよ。週4日労働は嬉しいよね。私も。でも AI に任せすぎたら私たちが空っぽになる。 AI が全部できる世界、それって人間は何をするんだろう。沈黙の中、街の遠くで無人車のライトが流れた。登がぽつりとつぶやく。多分近いうちに働かなくても生きられる。でも生きてるってなんだ。ユズキが空を見上げる。まだ答えは AI にも出せないみたいね。星、きれい。 AI の光よりずっと暖かい。そうだな、人間の光まだ消えちゃいない。4人の視線の先で夜空を横切る無人ドローンの群れが静かに世界の形を変えていった。西暦2034年、世界の工場が一斉に火を吹いた。ニュースキャスターの声が流れ、中国進化ロボティクス社低価格人型ロボット HU10 を発表。生産コスト人件費の3分の1以下。その報道に各国の経済界がざわめく。アメリカの AI 企業が即座に対抗モデルを発表。性能は2倍、価格はさらに下がる。日本政府の経済会議担当官が言う。導入を遅らせれば国際競争から脱落します。もう選択の余地はありません。静まり返る会議室、誰も逆らえなかった。
企業は次々と決断を下す。人間を残せばコストがかかる。ロボットなら休まない。その言葉が街に伝わると、翌週から抗議デモが始まった。人間を返せ、 AI に食われるな。プラカードが並び、暴動が起き、ガラスが割れた。警察の隊列の間を清掃ロボットが無表情に通り過ぎる。ニュースが報じる。政府は失業者対策としてスーパーベーシックインカムの金額を国民全員につき30万円支給に増額。街のざわめきが一瞬静まり、代わりに奇妙な安堵が広がった。働かなくても生きられる、その言葉が流行語のように広まっていった。電力会社の現場。発電所がいらなくなる時代だ。 ASI が開発した新バッテリーが世界の発電所を過去の遺物にした。まさか現実になるとは。誇らしいけど俺たちの職場も消えるかもな。確かに来月から俺たちの会社の週3日出勤だもんな。それでも週3日働いて月15万もらってベーシックインカムで月30万もらえたらやっていけるもんな。昔の人は週6日働いてたらしいぞ。それに比べたらありがたい時代だよ。あとは休みの日に何をするかだ。ゆずきは弁護士バッジを机に置いた。もう AI に全て任せる。人間の出番はない。再教育プログラム受けないのか。違う。私は人のそばにいたい。介護の現場に行く。数ヶ月後、彼女は老人ホームで働いていた。ロボットが食事を運び、入浴介助をこなす。ゆずきは老人の手を握る。今日はどんな夢を見ました？老人が笑う。夢は見ない。でもお前の声は温かいな。ロボットが静かに通り過ぎ、ゆずきは小さくつぶやいた。 AI にできないのは心を感じること。ノボルは物流センターを離れ、ジムの受付に立っていた。体を動かす人が増えたな。働かない分、暇つぶしが運動ってことさ。ノボルは筋トレ中の客たちを見渡す。いいことだ。 AI には筋肉痛の気持ちはわからない。彼は休日になると山に登るようになった。頂上に立つ理由なんてないけど、生きてるって感じるんだ。紬は AI アナウンサーの声を聞きながら会社を辞めた。ニュースは AI が読める。彼女はロボット販売会社に転職した。ショールームで客に説明する。このモデルは家事も介護も完璧です。人間より安くて壊れにくいです。客が尋ねる。あなたなら買いますか？紬は笑って答えた。きっと買います。街が変わり始めた。電柱は消え、空をドローンが飛び交い、道路を走る車に運転席はない。カフェの店員は半分がロボット。清掃ロボットが無音で床を磨き、街頭モニターが AI 市長の演説を映す。人間と AI が共に歩む社会を目指します。世界も変わっていた。戦争が消えた。飢餓が終わった。政治は ASI が管理し、平和が続いていた。世界の労働市場を席巻するのはアメリカと中国の AI ロボット企業です。両国の量産型モデルはコスト、速度、シェアの面で圧倒的な優位を保っています。一方、日本製ロボットは高価で生産数も限られていますが、その精密性と信頼性は他国の追随を許しません。特に宇宙開発や月面居住プロジェクト、深海資源採掘といった極限環境作業では日本の AI ロボットが唯一稼働を許されています。世界は今、量より魂を持つ日本製ロボットの力に再び注目しています。西暦2040年、日本ではスーパーベーシックインカムで国民全員年間900万円の支給がされている時代。一家に一台人型ロボットが当たり前のように暮らしていた。西暦2046年、4人は念願の月旅行に出かける。朝の光を浴びながら4人を乗せたドローンタクシーがゆっくりと上昇していく。眼下に広がる東京の街、自動運転車の列、空を行き交う無数の輸送ドローン。タケルが窓の外を見つめながら言った。あの日、電気メーターを変えてた頃が随分昔に感じるな。あの頃は空を飛ぶ車なんて夢のまた夢だった。でも夢の中で見てた景色に今いるのかもね。それでも心は変わらない。空を見上げる気持ちは昔のまま。到着ゲートにはヒューマノイドの係員たちが整然と並んでいた。おはようございます。
月々フライトへようこそ。民間ロケットルナクルーズ5のゲートが開き、あでやかな銀の機体が光を放っている。4人はシートに座り、ガラス越しに地球を見下ろした。発射カウントが始まる。3、2、1。轟音とともに揺れが走る。すごい。雲を突き抜ける音が胸の奥に響く。まるで人生みたいだ。ずっと地上でもがいてる。やっと抜けたと思ったらこんな世界があるんだな。でもどこまで行っても私たちが生きてる場所はここ、心の中だよ。そうだな。 AI がどれだけ賢くなっても心の重さまでは測れない。やがて月の白い大地が視界に広がる。無音の世界。ヒューマノイドのガイドが案内する。皆様、ようこそ月面都市セレーネステーションへ。4人は透明なドームの中に立った。眼前に広がる地球の青。地球ってこんなに綺麗だったんだ。レンズじゃもう映しきれないね。戦争も貧困ももう遠い過去だな。でも幸せってなんだろうな。もう生きるために働く必要もない。 AI が全部やってくれる。それでも俺たちはこうしてここまで来た。生きる意味は誰かがくれるものじゃない。自分で見つけ続けるものなんだと思う。私は伝えることで生きてる。言葉があれば心は消えない。俺は体を動かすのが好きだ。動いてると生きてる気がする。俺は間違いを繰り返しながらそれでも前に進むことが人間の証だと思う。青い光が4人の顔を照らしていた。ゆずきがそっとつぶやく。ねえ、この景色 AI はどう感じるんだろうね。きっとデータとしては完璧に記録する。でも胸が震える理由はわからないさ。だったらまだ人間の出番は残ってるね。未来を作るのは AI じゃない。俺たちの心だ。音もない月の空に青い地球が輝く。その光はまるで人類の記憶のように揺らめいていた。人は生きる意味を探して歩き続ける。便利さの先にあるのは静けさではなく遠い AI が全てを解いた時残された最後の謎。それは人間とは何かという永遠の問いだった。そして人は今日もまた心の宇宙を旅している。ご視聴ありがとうございました。もしこの作品が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。そしてまた見てね。